ごきげんよう、物理学者とティータイムです。はい。また、本日もゲストの島袋さんにお越しいただいてます。はい、島袋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今までちょっと研究の話とか、本の話とか、これ別の動画になってますけど、今日はちょっと中国生活についてお伺いしたいなと。これ、非常に僕も気になりますし、気になっている視聴者も多いと思います。特に研究者とかそうですし、そうじゃない人でもやっぱりこう日本と中国どう違うのとか、中国のアカデミアどうなのとか、なんか仕事取るの大変じゃないのみたいなのはやっぱすごいあると思うんで、ちょっとその辺の話をどんどん聞いてください。じゃあまずは中国に行ったきっかけと今いらっしゃる場所についてちょっと伺ってもいいですか？私はですね、まず博士号は日本の名古屋大学で2016年に取得しました。でその後はですね、ポスドクとしてフランスのパリ天文台というところに行きました。2016年から2018年までの2年ですね。2年間、で、せっかくヨーロッパでポスドクをしたので、その後もですね、実はヨーロッパの方でもっとポスドクとか研究を続けたいなと思っておりまして、いくつかですね、ヨーロッパの研究機関に応募したんですね。なんですが残念ながらですね、そこからオファーをもらうことができなかった。そんな中で1カ所だけですね、オファーをくれたのが中国の北京にある清華大学というところだったんですね。それは向こうからオファーが来たってことですか？それともいくつか応募した中にあったっていう？いくつか応募した中に清華大学があったという形です。清華大学でも中国でも指折りのめちゃめちゃいい大学っていう。というのはですね、清華大学に行った後に知ったんですよ。そうなんですか？清華大学に行く前には全然そのこと知らずに、もういろんなところにその手当たり次第に応募していて、それでたまたま当たったっていうだけの話になって、で、インタビューに呼ばれて面接をしていただいた中で、私の論文を読んでいるということで、ぜひ来てほしいみたいなことを言われて、それで清華大学何も知らなかったですし、中国何も知らなかったんですけど、とりあえず次のポストが見つかった、首がつながったなということで、何も考えずにですね、その中国北京の方に行こうとなったのが、2018年の4月です。で、そこでですね、1年と8ヶ月北京の清華大学で、ポスドクをやった後に、その後、ポスドク2回目だったので、そこで、そろそろ、ポスドクの次のステージ、大学教員とかのステージに応募していきたいなというのを考えた時にですね、当時ですね、2019年とかだったんですけど、中国ではですね、結構いろんなところで大学教員のポジションの募集がですね、あったわけです。それでいろんなところに中国の大学の手当たり次第に応募した中で、現職である雲南大学の方にテニュアトラックというポジションで採用されて、でその後雲南大学でテニュアポジションも取って現在に至るという形です。テニュアトラックっていうのは雇われた状態で何年かあって審査をくぐり抜けたらパーマネントになれるよっていう。ポスドクっていうのはですね、普通2年とか3年の任期があって、そこの任期が切れるともう次の職を探してくださいってなるわけなんですけど、テニュアトラックポジションというのはですね、まずあらかじめ任期は定まってるんですよ。3年とか5年とか7年とかあるんですけど、その期間中にきちんと業績を上げることができたなら、任期が終わった後に任期がないポジションに移行することができますよ。いわゆるテニュアポジションと呼ばれるものに移ることができますよっていうのがテニュアトラックポジションということで、任期が切れて終わりではなくて、その後にチャンスがある、そういったのがテニュアトラックというポジションです。なるほど。そういう意味ではステップアップにちょうどいいポジションだということですよね。なるほど。空きがわってできたっていうのはなんかやっぱり段階世代みたいなそういうの関係あるんですかね？いや、ということでもなくてですね、私がその中国に来た2018年とか2019年っていうのは、ちょうどですね、サイエンスの方に力を入れていこう、とりわけその天文学とかにも力を入れていこうという時期だったこともありまして、そのためにはやっぱ人材がまずは第一だということで、大学の教員のポジションの募集がですね、いろいろあって、たくさんあった中でいろいろ応募することができて、そこでオファーをもらったという形です。すごいですね。何かで、まず科学に力を入れようっていう方向に踏み切るっていうのもまずすごいし、今あんまりないじゃないですか、先進国でそういうのやれるところが。でその上でさらにしかもそこで人材が重要だって思ってそこにバーンって投資できるっていうのはなかなかこう大国ならではっていう。そうですね、中国は割とその人材を重視するというところはありまして、例えば、私なんかは外国人なわけなんですけど、
特にですね、中国人とかですね、博士号を取得したり、あるいは大学博士号を外国で取る、そういった中国人とかもいるわけですね。そういった外国で博士号を取ったり、外国で活躍している研究者をですね、好待遇で中国に呼び戻すというようなこととかもやられてました。いわゆる千人計画と呼ばれるものなんですけど、ちょっと前にやられたと思うんですけど。千人っていうのはサウザンドですか？サウザンドですね。で、これ、1000人。で、これちょっと余談なんですけど、この千人計画って今言ったように、もともと海外で活躍している中国人を中国に呼び戻すためのプロジェクトなわけですね。なんですが、日本では一時期ですね、マスメディアでその千人計画っていうのが取り上げられて、好待遇で外国人を中国に呼び戻すみたいな誤解があったわけですね。で、私なんかも千人計画で中国に呼ばれたというようなウィキペディアの記事が書かれてまして、そうなんですね。で、私千人計画全く関係ないんですよ。なるほど。ウィキペディアに名前が載っていて、自分千人計画参加してたのみたいな。なるほど。それで削除してもらったんですけど、そういう計画があったという話です。それじゃあれは中国人が対象のもので、主に中国人が対象です。なるほどなるほど。じゃあ、外国人を呼ぶっていうプロジェクトはまたそれはまた別なんですかね。一応千人計画の中でも高度な外国人人材を呼ぶというのもありはしたんですけど、メインは海外で頑張る中国人を呼び戻すっていうことです。そうですよね。ほっといたら出てっちゃう。その人材ってやっぱそこ待遇のいいところに出てっちゃうから、それを集め直そうっていうことですね。そうですね。だから逆に言うと日本でもそういうことをやればですね、例えば博士号を取得して海外で頑張ってる日本人、あるいは海外で博士号を取ってる日本人、こういう日本人をですね、日本に呼び戻すと、待遇がいいかどうかは別としてですよ、とりあえず呼び戻すということをするとですね、それは日本の科学技術とかの発展に貢献できるんじゃないかなと思います。そうですよね。実際やっぱり海外のフロンティアで働いてるポスドクなり、もっと上のポジションなりの日本人ってはすごい数いるはずで、それをやっぱ集めてくるだけで、やっぱそこのノウハウが全部ガッと集まってくる。そうですね。でもそれやるにはいろいろお金とか大変ですけど、お金かかるんですけど、それを中国はバンとやったっていうことですね。そうですね。で、それの関係あるかないかっていうあれですけど、人を増やそうっていう段階でそこに乗れたっていう。そうですね。その中で私も選ばれたという感じです。今厚遇って話出ましたけど、実際厚遇、その厚遇なんですか？中国人を対象にするか、外国人を対象にするかでもちょっと話が変わってくるんですけど、私個人の話をしますと、まずですね、待遇がいい、好待遇だという話を聞いたとき、皆さんの中にはですね、それこそプロ野球選手のように年俸3000万とか1億とか、そういう待遇のことを好待遇だと思っている方が、結構いると思うんですよ。実際、日本のメディアでも、そういう感じで叩かれました。中国からその好待遇で呼び戻されている外国人っていうのは、そういう感じで呼ばれたんですけど、そんなことなくてですね、年俸3000万とかどこの世界の話だという話で、まず給料の話をすると、日本の大学の教員の給料と、トントンという感じです。なるほど、そこは変わらないぐらい。物価とか考えると、それはもちろん中国の方が物価が安いので、相対的に待遇は良くなるんですけど、それでも言うてもそんな年俸3000万とか5000万とかそんな待遇ではなくですね、もっと1000万以下というか、日本の大学教員ぐらいの待遇です。日本の大学教員も確か、僕が見た統計だと全国平均して1000万ちょっと超えるぐらい。大学教授とかだとそのぐらいですね。教授でそれぐらいですよね。だからそれを大体そんぐらいです。中国もそんぐらいなんです。それを好待遇と取るかどうかっていう話なんですけど、そもそもポジションがあるということを好待遇っていうのであれば、それは確かに好待遇と好待遇。そうですよね。だけど、そんなにお金をたくさん、給料をたくさんもらってるっていうわけではないですし、他にもですね、言われたことが、中国でそのポストとか取ったりする中国に行くと研究費たくさんもらえるんでしょみたいなことも言われたと思うんですけど、嘘ですね。そうなんですね。どこの中国の話をしてるのかなるほど。中国でもですね、日本と同様にいわゆる科研費、研究費ですね、これに応募して、それに採択されたら、研究費をもらえるという話なんですけど、この採択率っていうのが大体 20% ぐらいで、変わらないですね。2024年に至っては、普通
通の研究費ですよ。普通のなんかめちゃくちゃ高い研究費とかじゃなくて、普通レベルの研究費の採択率が 10% 切るか切らないかっていうところなんですね。日本の科研費のその普通のやつですね、がまあ 10% とか言われたら、それはなんかさすがに競争激しいと思うんですけど、今ですね、中国の研究費、そのぐらいの競争率となってるので、とても中国に行ったら研究費もらえるっていうのはもう本当自分の知らない中国の話をされてるなという感じですね。なるほど。じゃあやっぱりポストは用意したが、もう別に予算が莫大に増えたわけではなくて、やっぱそれの取り合いは発生してるっていう。もちろん競争の上で研究費っていうのは取ってこないといけないという形ですし、さらにですね、これはちょっと中国独特というか、中国ではですね、そのキャリアアップをしていくときに、いくらそのどんぐらいの研究費を取ったのかっていうのも結構重視されたりするわけですね。研究費どんぐらい取りましたかっていうのは。なので、研究費を取れないとですね、評価に響きますし、もちろんそのテニアトラックのポジションからテニアに昇進するときの審査基準の一つにですね、研究費どれだけ取れましたかっていうのもあると聞いているので、なのでやっぱ研究費に対してはかなりシビアですし、そういう競争を勝ち抜いていかないといけないっていう点においては、中国の競争の厳しさ、アカデミアの競争の厳しさっていうのは感じます。なるほど、なるほど。システム的にはそんなに日本と変わらなくて、その分人数多くて枠も多くて競争が結構激しいっていうイメージですね。なるほど、なるほど。そうなんですよね。なるほど。競争を勝ち抜いていかなきゃいけないという意味ではなかなか大変だし、そんな厚遇と言ってもっていう感じではある。そうですね。仕事があって給料をもらって衣食住に困らないということを好待遇っていうのであればいい待遇生活してるかなという感じです。正直ね、研究職って別に日本でもそうですけど、やっぱりある段階までは仕事をもらえるっていうのが大変じゃないですか。で、特に例えばそれこそ天文学の分野とかで天文台とかのなんか無給のポジションがあるみたいな噂とかも聞いたことがあって、要はポジションないと経歴があれだからとりあえずポジションをもらうが給料を出すお金はないのであげれませんみたいな話も聞いたことがあるぐらい。身の回りでそんな過酷な待遇で仕事してるっていう人は聞かないんですけど、もしかしたら昔とかはあったのかもしれないですね。でもやっぱそういうことも起こりうるぐらいの雰囲気ではあるじゃないですか。やっぱポスドクってやっぱり年限がやっぱ決まっていて、次の仕事それまで決めなきゃいけないわけですよね。成果も出さなきゃいけないし、リクルートもしなきゃいけないっていう。で、おまけに給料もみんなが思ってるより全然安いっていう。そうですね。ことですよね。だって教授で1000万いくかどうかみたいな話ですもんね。ある意味夢がないっていう夢がない感じなんですけど。そこはね、ちょっとね、実はもっと皆さんに知ってほしいっていうところではあるんですが、そこはじゃあ中国でも大なり小なり近いところがあるっていう感じなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ中国のアカデミアで働いて、日本と違うなみたいなところとかって何かありました？日本と違うな、僕は日本のアカデミアを学生の時しか経験してないので、その博士号を取った後のキャリアとして日本っていうのがどういう状況なのかはちょっと分かんないんですけど、でもそんなに大きな差はないのかなというふうには思いますね。というのもやっぱりポスドクは研究を第一にやりますし、大学教員は研究教育、そして大学運営に携わっていくという点では日本の大学教員とそこまで変わらないと思うんですけど、ただ私自身が外国人ということもありまして、大学運営の方に関しましては、そんなにがっつりと仕事があるというわけではなくてですね、日本の大学教員の人の話を聞いていると、会議がたくさんあって研究時間取れないみたいなことをよく言われてますけど、私の場合は確かにその研究所の運営会議などはありますが、それでなんかめちゃくちゃ会議がたくさんあるっていうわけではないです。なるほど。あとこれ大きな違いかなと思うんですけど、日本の大学教員はですね、学生に対して給料を別に払わなくていいですよね。そうですね。なんですが中国の大学院っていうのは、学生に対して修士の学生、博士の学生に対して給料を払わないといけないんですよ。なるほど。それはじゃあアメリカ式ですね。で、しかも個人の予算から出さないといけないところ。そうです。個人の研究費を取ってきて、それのお金で給料を払わないといけないというので、だからその分ですね、やはりその研究費を獲得するということに対するプレッシャーは
めちゃくちゃ大きいですし、私自身はですね、幸いなことに今のところ研究費で給料払えてるんですけど、この研究費をいつまで獲得し続けるかっていうのはちょっと先行き不透明なので、そこはやはり不安の種というか心配事ではあります。なるほど。そういう意味では研究費の負担分がちょっと日本より大きいかもしれないっていう。そうですね。日本の場合だと研究費が取れなかったところで、自分のその研究に支障が出る。例えばその出張に行けないとか、パソコン買えないとかだと思うんですけど、中国の場合は研究費が取れないと学生給料が払えなくなってしまうので、それは非常に他の人の人生の責任まで背負わないといけないという点では非常にプレッシャーはでかいですね。なるほど。もうやっぱりその中小企業の社長ぐらいな感じになるっていう、そうですね。雇ってるって感じです。そういう意味ではそうですね。なるほどなるほど。そっかそっか。責任とかっていう問題があるんですね。大学の運営とかの会議は比較的少ないっていう話でしたけど、その会議とか、例えば中国語でやるんですか、英語とかでやるんですかね。私のところではオール中国語です。中国語なんですね。だからなんかよくわかんないなとか思いながら聞いてはいるんですけど、ただスライドとかは中国語で書かれてても私はその読めるので、それ読んだりとか。漢字とかは読めるんですけど、私はですね、どちらかというと外国人としての視点でコメントしてほしいというような立場で参加しているので、そこでですね、外国人ならではの視点というか、そういうもので会議で発言するというようなことをしているって感じです。なるほど。じゃあそういう逆にむしろそれを求められることがあるんですね、外国人の立場っていうのを。そうですね。はい。じゃあそれは彼らもその外国人とかをもっと採用したりとか人を集めたりしたいっていうふうには思っているっていう。そうですね。そもそも私のその所属している研究所はもう3分の1くらいが外国人になってまして、割とその国際的な研究所となってますね。外国人が多いっていうのはわかるんですけど、そのコミュニティとしてどれぐらい参加を求められるのかとか、どういうふうに関わっているかとか、同僚とか、その同じ組織の人たちとしては。まずですね、このコミュニティという言葉が出てきたんですけど、それを考える上でちょっと中国全体のアカデミアコミュニティの話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、日本ももちろんそうなんですけど、やっぱその研究業界、アカデミア業界っていうのは一つのコミュニティっていうのがあると思うんですね。で、日本の場合だと割と日本人が多くて、どこの国も自国の人が多いと思うんですけど、日本人が多いと思うんですけど、外国人もちょこちょこいるという感じだと思うんですけど、中国も同じでですね、中国はよりそのアカデミアの人は中国人が多いわけです。そんな中でですね、やっぱ外国人の人も最近は中国に来る人が多いわけですよね。なのでその外国人がその中国のアカデミアコミュニティに参加して、自分の存在感を放っていく、外国人としての自分、中国で研究する外国人としての自分をアピールしていかないといけないわけですね。なのでそういう意味ではその中国のアカデミアにおいて、自分の存在というものをどんどんアピールしていく。例えば研究会に参加して、そこでコネクションを作っていくなども非常に求められておりますし、実際例えばテニアトラックからテニアに至る審査の時にもですね、いかにその外国人が中国国内のアカデミックコミュニティでこれから貢献していくのか、そういったところも審査基準、判断基準として見られるというような話も聞いたことあります。それじゃ結構まずそもそもテニアの審査を結構がっつりされる。でも必ずなれるわけではないっていう。そうですね。私テニアトラックからテニアの審査っていうものを全然どういうものなのかっていうのを最初感覚的につかめてなかったんですよね。なんとなく論文書いて研究費取ってればテニアなれるでしょというふうに思ってたんですけど、実際はそんなことなくてですね、まずそのテニア審査というのがありまして、これは外部の評価員5、6名が評価するんですよ。この人をテニアにしていいのか、もうこの人をテニアにしてダメなのかっていうのを判断するわけですね。で、外部の評価員っていうところがポイントで、外部の人からすれば私がその雲南大学でテニアを取ろうが取らないが全く関係ないんですよ。どうでもいいっちゃどうでもいい。なので忌憚のない意見をぶつけることができるんですよね。なので非常に緊張しましたし、どういう審査をしたかっていうと、まずですね、このテニアトラック期間中にどういう業績を上げたのか、でテニアを取った後どういうふうなビジョンを持ってるのか、そういうことをですね、20分ぐらいプレゼンをした後に、その後、大体10分ぐらいの質疑応答だよというふうに言われてたんですけど、そこから大体3、40分ぐらい質疑応答が始まって。長いですね。博士論文の公聴会よりもがっつりディフェンスに徹したという感じでした。なるほど。非常にいろいろ突っ込まれてですね、なかなか厳しかったんですけど。例えばどんな質問されるんですか？やっぱり
自分の研究内容のその将来的なビジョンであったりとか、そこにどういうふうに深く関わっていくのかであったり、お前は強みは何だと、あなたの強みは何だと、その強みを中国の研究とかでどういうふうに生かしていくのかとか、これからどういうふうに自分の存在というのを国際的にアピールしていくのかとか、そういうですね、どちらかというとその国際社会においてどのぐらいの存在感を発揮していくのかなどもですね、結構突っ込まれましたし、中国の研究にどういうふうに貢献できるのかなどもですね、突っ込まれましたし、あるいはその私個人の研究の今後のビジョンなどもですね、聞かれたという感じでした。なるほど。結構厳しい審査があるんですね。厳しいですね。なので、その先ほども述べたように、テニア審査なんて論文書いて研究費取ってれば通るだろうと思ってましたし、私も論文書いてたし研究費取ってたので、通るだろうと思ったんですけど、話を聞いてるとですね、周囲でですね、外国人の研究者がテニアトラックからテニアになる時の審査で落ちるっていう話は、結構とまではないですけど、ちょこちょこと聞いてる感じなので、中国において外国人がテニアトラックからテニアになるっていうのは、もしかしたらちょっと厳しいというか難しいところがあるのかもしれないなという印象を持ってます。なるほど。テニアトラックに乗ったからといって楽ではないってことですね。全く安心できないですし、テニアトラックの期間はですね、やはりその論文書かないといけない、あるいは研究費を取らないといけないというプレッシャーがですね、強かったですね。ポスドクの時はそんなに感じてなかったんですけど。やっぱそうですよね。やっぱ予算を取らなきゃいけないっていう立場になるっていう。そうです。コミュニティへの貢献っていう意味では、やっぱりそこの人たちとネットワーキングをしていくみたいなことが求められるってことなんですか？そうですね。もうネットワークを作ることは非常に大切で、私自身は2018年に北京に中国に来て、そこからもう今2025年で7年目なんですけど、やはりその北京にいた頃にですね、私のそのメンターの方がですね、指導教官の方がいろいろ紹介とかしてくれましたし、私自身いろんな研究会に顔を出して、いろんな人と話をしていく中で、自然とそのコミュニティというかそのコネクションが広がっていって、なのでその雲南大学に着任してテニア審査に臨む頃にはですね、結構自分の研究分野の中国人の間ではですね、名前が知られたかなというふうに思います。なるほどなるほど。それはやっぱり結局そのこの間別の会でですけど、富谷さんとかいろんな研究者が出てくださってるんですけど、その人たちもやっぱりこうね、やっぱコミュ力大事だよねみたいなことは皆さんおっしゃるんですよね。だからやっぱり結局このコミュニケーションを取って研究って一人じゃできないし、結局予算も取らなきゃいけないから、コミュニケーションを取ってちょっと人とやっていくってことができないと困るよねみたいな話を。いやもう本当にそれは完全に全く同意でして、中にはですね、研究者は別にコミュ力なくてもできるみたいなことを思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、研究者こそコミュ力が大事なんですね。そうですよね。もういろんな研究者と共同で研究していかないといけませんし、よっぽどの天才でない限り、その一人でやるってことはないと思うので、よっぽどの天才が一人で研究してもそれを伝えられなかったら、それはあまり影響力ないわけなので、やっぱり最終的には人と人との関わりっていうのは大事になってくると思うので、最低限のコミュニケーション能力は求められると思います。そうですよね。例えば別にそのコミュニケーション能力といっても流暢に喋るとかってことじゃなくて、ウェイとかじゃなくて、まずは自分の言葉で自分の研究説明できるとか、人の言ってることが分かるとか、それでお互いのやりたいことを尊重して協力できるところを探していくみたいな、そういうコミュニケーション能力っていう。そうですね。まさにその通りで、コミュニケーションというのは自分のことを伝えつつ、でなおかつ相手のことを理解しようとする、これがまず大前提となっていると思います。そうですよね。だからそういう意味では皆さんの持ってる理系のイメージとはまたちょっと違うかもしれないけど、意外とそれも大事ですよねっていう。なので例えば研究会とかそうですよね。コミュ力が求められる場ですよね。研究会って自分の研究内容を発表してそれで終わりかっていうとそうじゃないじゃないですか。研究会で発表したらその後君の発表に関してこんな質問があるんだけどみたいなことを聞きに来る人もいるかもしれませんし、その時にどう対応するのか。でさらにですね、やっぱり日本人にとってなかなか難しいなと思うのが、バンケットですよね。研究会の合間のバンケットであったりとか、そのディナーの時に他の研究者の方とどういうふうにコミュニケーションを取るのかっていうの、これ結構難しいなっていうふうに感じますし、特に日本人の人はですね、ちょっと苦手にしてる人も多いんじゃないかなっていう感じがするんですけど、そういう時はやっぱり基本英語ですし、なんだかんだで例えばヨーロッパならヨーロッパっていう大きな枠組みの中で人々が集まって議論とかしたり議論というか雑談ですね、雑談とかするので、ある程度そのバックグラウンド共通だったりするんですね、ヨーロッパの人がだったら。その中でアジアの日本の人がどうやって入り込んでいくとかっていうのはちょっとまた高いコミュニケーション能力が求められるなと思うんですけど、その別の
の壁がやっぱあるっていうことですよね。そうですね。距離的な、地理的なこととか、言語的なこととか、いろんな壁がやっぱあって、はい。それをでもやっぱ超えていかなきゃいけなくて、そういう意味では中国も近いけど、ちょっと壁はあるにある。ってことですよね。そうですね。そこはだからちょっとなんとか壁を越えていかないといけないなっていうのはありまして、私自身そのパリにいた頃ですね。パリにいた時にまさにコミュニケーション難しいなと思ったことがあって。難しいですね。彼らあれですよね。なんか彼ら同士だとやっぱりフランス語で喋っちゃったりしませんか？しますし、ご飯の時とかはい、まさにその通りで、ご飯の時とかの話なんですけど、当時ですね、なんかマクロンというやつが大統領だったんですけど、大体いうやつがマクロンのその政治とかどう思うみたいな話をしてるんですよ。してますね。で、隼人どう思うって聞かれて、どう思うも何も僕はマクロンについて何も知らないと思ってちょっと分かんないなと思ってなんか言葉に濁したんですけど、そういうところで難しさがありましたし、あとその外国で研究をしたいと思ってる若い研究者の方にすごく強調したいんですけど、もちろんそういう外国の情報とか知ってるのも大事なんですけど、まずはやっぱり日本のことを知るのがすっごい大事っていうのがあって、日本ではこれどうなのっていうのはよく聞かれるんですよ。聞かれますね。そう聞かれます。それを聞かれた時にその日本のことを知らないと、話すことができない。なので、海外に行きたいと思ってる若手の人はですね、まず日本のことを知らないといけない。で、そしてですね、研究以外のことですね。そこにもアンテナを向けてないといけないわけですね。例えばもう政治であったりとか、文化であったりとか、芸術であったりとか、そういうことをですね、知ってると海外に行った時に話しやすいかなと思うわけですね。そうですね。いや、それは本当にそう思うんですよ。なんか、やっぱ特に欧米人だと思いますけど、カジュアルに政治とか歴史の話をするじゃないですか。ですごく昼ご飯とか夕飯の時とかもずっとその話をしてて、でじゃあ日本はってやった時に今の話だったらいいですよ。例えば、簡単なところだと日本に今旅行行ったとして、キャッシュ使わないで生活できるみたいな、現金持ってない人も生きられるみたいな、いや生きられると思うよみたいな、それだったらいいんですけど、なんかこう何千年頃にはヨーロッパはこういうことがあってこういうのだったんですけど、日本はその時どうしてたみたいなことを言った時に、それはその頃はみたいな、やっぱなかなかそれすらねパッと答えられないですよね。いや、そう、江戸時代の話とか聞かれた時に、江戸時代の話って感じですよね。まずそれをしかも英語で説明しなきゃいけない。そうなんですよ。それもなかなか大変ですよね。でもそういうコミュニケーションってやっぱすごい彼らにとって普通というか。いや、だからよくその英語を話せますかと聞かれた時に、日常会話程度ならっていう回答をよく聞くと思うんですけど、日常会話程度の英語って結構むずいぞという話で、少なくともこのコミュニティでは専門の内容の話をする方がまだまだ楽だぜっていう感じで、そうですね。だから日常会話っていうのは実はいろんなものが求められるっていう点では難しいなと思いますね。やっぱ特にその教養層というか、言い方はあれかもしれないですけど、やっぱりその研究をしているような人たちって、なんかやっぱりそれ以外のことも興味を持ってすごい勉強してきてる人が大半ですよね。なんか昔イギリスの研究者とですねちょっと話した時に、三島由紀夫が好きなんだみたいなことを言われて、すごいもうダメだ、読んでないと思って難しいですね。そういうこと言われたことあって、もうだから三島由紀夫に限らないんですけど、そういう文学の話であったりとか、いろいろ求められるものがないなっていうのはありましたね。いや、なんかそれもやっぱそうだな。確かに僕も直近でもうちの学生、中国人の学生が入ったんですけど、にちょっとなんかおすすめの小説あるとかって言われて、小説って今読んでない人も多いじゃないですか。僕は好きでもともと読んでたんでよかったんですけど、例えば純文学だったらこうで、大衆文学だったらこの辺とかが好きでとかって言ったんですけど、それ知らない人聞かれたら結構確かに困るだろうなと思って。いや、本当困ると思います。そういう意味ではやっぱこう幅広く興味持っていくっていうのは実は科学者にこそ必要かもしれない。本当その通りで、その研究者っていうのは自分の研究分野だけじゃなくて、いろんなことに好奇心、興味を持てる方が強いかなっていうのは思いますね。そうですね。いろんなことのオタクになるとかもあるし、狭い範囲でもここだけやってりゃいいっていうもんじゃ実はないんですよね。そうですね。あとアニメとか漫画とか知ってると意外と話が弾むことあるんで。オタクトークむしろ通じるんですよね。僕もなんかスイスかなんかに行った時に、Airbnb で人に泊まったんですけど、そこでこうじゃあちょっとベランダでパーティーやるから参加しないって言って呼んでもらって、でなんか家族とかいろいろと彼氏とかいっぱい集まってきて、その中の一人がこうペロって靴下めくって見てって言って何かと思ったら入れ墨が入って、入れ墨がその麦わら帽子のドクロ。もう大ファンなわけですよね。それ知ってるみたいな。でこう人もそれも結構もう5年とか10年前の話ですけど、やっぱりそういうの向こうはそれを求めてくるし、こっちもなんかある程度はね、やっぱこれは知らないけどこれだったら知ってるよみたいなのも
会話としてやっぱね大事なんで。いやほんとそうで、ジブリとかそうワンピースナルトを押さえとけばまあ大体話通じますけど、いやでもなんか広角機動隊知ってるって言った時に、いや知らないと思って。いや広角機動隊はでもいいやつぜひ見てください。あとなんかエヴァンゲリオン見たことあるとか言って、なんでそういう知らないものばっか聞いてくるんだと思ってまあでも定番ではあるし、超有名ですからね。あとはなんか中国だと新海誠とか人気なんですよ。そうか。君の名はとか、天気の子とか。確かにあれヨーロッパであんまり人気出ないけど、確か中国は近いですね。いやそこはもう新海誠に関しては履修済みだったんで、もうそこはなんかドヤ顔でマウントしていや琴の葉の庭って知ってるしかもあそこの場所行ったことあるぜとか言いますね。そういう感じでなんか説明とかしたりして。やっぱそうですよね。なんかまあそれを本当雑談の一種として、やっぱなんか持っといていい手札っていうか。いや本当そうですよ。なんかまあ漫画とかアニメっていうの知ってるとですね。まあやっぱね今一個の文化になってますからね。いやそうですよ。なんか僕も最近学生がなんかいきなり部屋にやってきて、いや最近呪術廻戦見始めたんだよ。面白いねとか言われて、面白いよなって話したんですけど、呪術廻戦めちゃめちゃ面白いですよね。意外とジャンプ漫画はねみんな見てる。スパイファミリーとか。なるほどやっぱそうですよね。それはいいです。こういうのもコミュニケーションですね。そうです。本当に研究以外のこともやっぱり広くね見てないといけないというところがありますね。ですね。やっぱちょっと数学だけしかできません、物しかできませんみたいなのは、まあ将来苦労するよっていう。いや本当その通りで、なんかもっと趣味をたくさん持っている方がよくて、もうこれはですね恋魅力っていう話に関係なくですね、メンタルケアの上でも大事なんですよ。なるほど。どういうことかっていうと、例えば特に大学院生博士課程の学生とかって研究に行き詰まって精神的に追い詰められる時とかありますよね。自分もそうだったんですけど、そういう時に自分に研究だけしかないともう逃げ場がないんです。そうですね。でも何らかの趣味とか持ってると、そこで息抜きするとか、あるいは研究以外のコミュニティで友人がいると、その友人たちと話してちょっと心が軽くなるっていうのもあるので、もう研究だけじゃなくてその研究以外のところをですねどういうふうにその充実させていくのかっていうのが大事なのかなっていうのは思いますね。いやメンタルでバランス取るって本当大事で。いや本当そうです。なんかいや本当に逃げ場ないって言いますもんね。まあなんか僕は実験屋だからまだその研究室出たら一応関わらなくて済む。まあ一応なんか上司から怖いメールが来た時とかありましたけど、まあでもそんぐらいじゃないですか。でもなんかその僕の友達で数学の理論とかをやってる友達はもう本当にやっぱり寝ててもシャワーを浴びててもずっとこう数式がやっぱ浮かんじゃうらしいんですよ。そういう時にやっぱ気をそらせるものがないと本当にこうどんどん追い詰められちゃうっていうのは聞いたことがあって、まあ紙とペンでできるからこそみたいなところはあると思うんで。いやそうですよね。で私自身は学生の頃も結構メンタル的に追い詰められることあったんですけど、そんな私を救ってくれたのは乃木坂46。なるほど。乃木坂、なるほど。誰推しなんですか？もう卒業しちゃったんですけど、一期生の生田絵梨花さんすごい推しで握手会にも行ったんですけど、心打ち抜かれて、やっぱ推しのいる人生っていうのは楽しいんですよね。なるほど。なるほど。研究者こそ推しを見つけるべきだと思います。乃木坂過激派の方だった。応援してるっていう人がいて、それがテレビとか推しがいると元気もらうんで、ぜひですね視聴者の皆さん推しを見つけていただければと思います。いいですね。なんかそういうものやっぱ何でも力をもらえるものとか気分がリフレッシュできるものみたいなのやっぱ持っときたいですよね。そうですね。本当その通りです。なるほど。乃木坂の宣伝になってしまいました。いやこれ見てもしかしたら共演とかあったら嬉しいですね。それは確かにね言っとくだけ言っときたいですよね。そう芸能人会いたいとかね。お仕事のご依頼お待ちしてます。そうですね。僕も本とか書きたいとか言っとかないといけない。もしこれを見ている視聴者の方で、研究者になりたいっていう方も結構いるかと思うんですけど、結構研究者になる道は茨なんですよ。特に人気なしのテニアのポジションにつくっていうのは結構茨の道で、特に日本だけに限定してしまうと、なかなか厳しいんですよね。私自身日本の大学教員の公募にも応募とかしたことあるんですけど、倍率がもう数十倍とか100倍とか、例えば私が応募した地方の大学なんですけど、1名の募集に対してそのメールが来たんですけど、大体90名ぐらいの応募があったみたいなこと書かれて、
そのぐらいの競争を勝ち抜いていかないとその日本で大学の教員になるっていうのは難しいんだなっていうのを感じました。そうですね。でこのことから何が感じたかっていうと、やはりその人生は大学教員だけじゃないので、民間企業とかにもおそらく面白いものとかいろいろあると思うんですよ。なのでなんか面白いことをやっていきたいなっていう方向で進めていくと面白いんじゃないかなと思いますし、そうすると大学教員以外の道とか、研究者以外の道っていうのもあると思うので、常にですねなんか面白そうなことにアンテナを張るっていうのが大事なんじゃないかなと思いますし、私自身そのポスドクの時とかですね、実はその民間企業の説明会とかにも行ったりとかオンラインで参加したりしたんですよ。私はその宇宙開発とかそういうのにもちょっと興味があったので、そういう航空宇宙業界とかの説明会にオンラインで参加とかしたんですね。なのでそのやはり面白いものをその見つけていくっていうことを考えておくと、いろいろと人生の選択肢の幅が広がるんじゃないかなと思います。そうですね。絞っちゃわないことが重要ですよね。僕もなんとなくで研究者になりたいと思ってなりましたけど、まだ不確定なわけで、僕とかはまだテニアトラック乗ってないので、次も探さなきゃいけないですし、やっぱそれはやっぱ大変ではあると。いや本当でもそんな中でもやっぱ人生楽しもうというのが一番大事かなと思ってて、そうですね。今私は運よくテニアポジションにつくことができましたけど、でもそれでもまだなんか他に面白いことがあるんだったら挑戦してみたいなっていう気持ちはありますし、なので今後もですねなんか面白いことやっていきたいなっていうふうに思ってます。そういう意味でやっぱり常にそれを考え続けてなきゃいけないっていう意味の茨の道というか、その覚悟はして置いた方がいいよっていう感じですかね。とはいえやっぱ研究者になりたいって人は応援したいし、優秀な人にねいっぱい研究者になってほしいですけど、いやそこはちょっと訂正したいんですけど優秀じゃなくてもいいんですよ。なるほど、そういうことか。なんか研究者になるには優秀じゃないといけないってすっごい思ってますけど、そうじゃなくてやっぱ研究者も多様性の時代だと思うので、そもそも優秀っていう尺度が分かんないじゃないですか。だから別に優秀じゃなくてもいいと思うんですよ。なので自分優秀じゃないなと思ってる若い人とかいるかもしれませんけど、別にそこは必ずしも求められるものじゃないので、私自身正直優秀な部類ではなかったんですよ。もうたくさん叱られてきましたし、博士課程行くのみたいなこととかも言われたりしてきたんで、だから必ずしも優秀である必要ないと思うので、もし見てる皆さんの中で優秀じゃないから研究者にはなれないかなと思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、そんなことないよってことはちょっと言っておきたいですね。それは確かにそうですね。それを言われて僕も振り返ってみると、別に僕も成績優秀ではなかったので、なんなら学部に入るときに東大の場合は成績で振り分けられるんですよ。新振りって言うんですけど、それも僕ドベで入ったんですよ。ドベで学科入って、で学科の中でもみんな賢かったけど、一応卒業の時にちょっと賞をもらって、発表賞みたいなもんですけど、もらって、なんかちょっといけるかもって思って、でも修士行った時の修士の試験ももうほぼドベスレスレだし、なんかそういう意味では本当に全然成績とかは良くなくて。そういう優秀さとはまた違うんですよね、研究でも。そうなんですよ。なんか研究はなんか諦めないというか、考え続けることができるっていうのは大事だと思うので、そうですね。興味を持ち続けられるかとか、でそれに合わせて自分でコントロールしてそこに向き合えるかどうかっていうとこですよね。そうですね。優秀さとか全然関係ないんで、もう全然挑戦してみてください。確かにそうですね。成績が悪いから諦めちゃうのはもったいないですね。そうですね。成績なんてそんなの全然、私も成績はそんな良くなかったので。学校の先生が作ったテストですからね、それもね。じゃあいいメッセージをいただいたところで今回は終わりにしたいと思います。下黒さんの本も近々出ると思いますし、僕のチャンネル登録していただいてまた見ていただけたらと思います。私自身も SNS やってますので、X の方でそうですね、アカウントとか見つけていただけると、概要欄の方に入れておきましょう。よろしくお願いします。というわけでまたよろしくお願いします。ごきげんよう。さようなら。